みんなさん、こんにちは。今日は、有給休暇についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。日本では、2019年4月1日から、有給休暇の取得が義務化されました。これは、入社から継続して6ヶ月以上勤務していて、その期間の労働日の8割以上出勤している労働者に対して、会社は12日の年次有給休暇を与えなければならないという制度です。また、会社側の責任として、年間10日以上の有給休暇があるすべての労働者に対して、最低5日は有給休暇を消化させなければならないことも決められています。契約社員、派遣社員やパート、アルバイトで働く人も、勤続期間や働く時間数によって適用されます。この決まりに反する会社には、懲役6ヶ月以下30万円以下の罰金というペナルティも与えられます。有給休暇は、労働者に与えられた休むための権利です。この制度が正しく運用されていない会社で働く外国人労働者のために、厚生労働省では、外国語で相談できる窓口を全国に設置していたり、外国語対応の電話相談ダイヤルを設けていたりします。日本では、2019年4月1日から、有給休暇の取得が義務化されました。これは、入社から継続して6ヶ月以上勤務していて、その期間の労働日の8割以上出勤している労働者に対して、会社は12日の年次有給休暇を与えなければならないという制度です。また、会社側の責任として、年間10日以上の有給休暇があるすべての労働者に対して、最低5日は有給休暇を消化させなければならないことも決められています。契約社員、派遣社員やパート、アルバイトで働く人も、勤続期間や働く時間数によって適用されます。この決まりに反する会社には、懲役6ヶ月以下30万円以下の罰金というペナルティも与えられます。有給休暇は、労働者に与えられた休むための権利です。この制度が正しく運用されていない会社で働く外国人労働者のために、厚生労働省では、外国語で相談できる窓口を全国に設置していたり、外国語対応の電話相談ダイヤルを設けていたりします。